今日はこの作業部屋の換気扇というか空気清浄機ですね、これを作り変えていこうと思います。もう散々過去の動画でもやっているんですけど、何度も何度も作り直して問題点とかも分かってきて、で今一応これに落ち着いてはいたんですけど、もうちょっといい方法があるなっていうのと、手持ちの油圧換気扇があるんで、それを利用してもう最終形ですね、もうこれ以上作り変えることはないだろうっていういい空気清浄機を作っていこうと思います。空気清浄機を壁から取り外してきました。一応これの仕組みを簡単に紹介しておくと、ここについているフィルターはそれぞれヘパフィルターです。こんな風にフィルターがはまっていて、後ろに換気扇がついています。結構効果はありますね。かなりホコリはたまります。それでこの空気清浄機の問題点は、まず使用している換気扇が普通の換気扇ですね。昔の台所とかについているようなすごく安くて風量があるタイプの換気扇です。直流タイプでこういう本当に扇風機みたいな感じですね。こういう換気扇がついています。で、この風量はだいたい600とか500とか立方メートル毎分ということで、風量自体はすごく多いです。ただこのタイプの換気扇は抵抗にすごく弱くて、例えばこういうフィルターとかがついてしまうと全然空気を吸わなくなってしまいます。だいたいカタログ上の数値では30パスカルぐらいで風量がゼロになってしまいます。風は若干感じられるんですけど、全然フィルターからは吸ってくれないっていう。で、抵抗を減らすにはフィルターをたくさん用意するっていうのも手なんですけど、そもそもこの抵抗に強いタイプの換気扇を使うっていうのが一番理想形です。で、そういう時に使われるのがこちらの油圧換気扇って呼ばれるタイプですね。油圧換気扇っていうのはその名の通り制圧に強くって、こういう抵抗フィルターとかがあっても風をぐんぐん吸ってくれます。風量自体もこれ一応羽のサイズはほぼ同じなんですけど、だいたい2倍ぐらいこっちの方が高いですし、制圧ですね、こういう抵抗とかに対しても、2倍以上って言っていいのかな、だいたい70パスカルぐらいっていうふうにカタログには書いてあるんですけど、すごい抵抗があってもぐんぐん吸ってくれるっていうタイプです。それでもう一つの方法としては、こちらにあるようなシロッコファンタイプですね。こういうのも抵抗に結構強くていいんですけど、実際空気清浄機とか普通に使われているのはこっちのタイプです。これはすごい大きいタイプですね。こういうのでもいいんですけど、今回は取り回し的にもこの直流ファンタイプの方が使いやすかったので、こっちでやっていこうと思います。
これで基本的な枠組みができたんで、一旦ここですね、指が間違ってでも、指とか木とか間違ってでも入らないように、こういう風に木でスラット状に入れたんですけど、一応ここに風が当たった時の音量をチェックします。油圧換気扇自体の騒音は低騒音型を使ってるんで静かなんですけど、こういう風の威力が強いんで、吹き出し口に抵抗が多いと、そこに風が当たった音がすごい大きくなってしまうことがあります。だから本当はない方がいいんですね。悪くはないですけど、ちょっと風が当たる音が出ちゃってますね。後からになったんでちょっと出来は悪いですけど、角を取って少しでもこう風の鳴る音を抑えられるようにしました。空気清浄機の取り付けが完了したんで、実際に効果を測定してみようと思います。あんまりやりたくないんですけど、粉塵をまき散らしてどれぐらい粉塵が減ってるかっていうのをチェックしようと思います。で、環境としては換気扇とかはつけていないです。で、サーキュレーターとかを使って軽く空気は動かしています。普段通りですね。で、計測についてはこちらですね。微粒子とか CO2 濃度を測ることができるセンサーで、下から10マイクロメートル以上、PM10 の基準ですね。5マイクロメートル以上、2.5 マイクロメートル以上の粒子の数っていうふうに、表示されています。この 2.5 マイクロメートルっていうのは、いわゆる PM2.5 の基準ですね。で、これを使って測っていきます。木工作業中に出てくる粉塵っていうのは目に見えるような木の粉ですね。ああいうのでもう何十マイクロメートルとか、結構大きいです。で、10マイクロメートルとかだと結構もう目に見えないようなサイズになってきて、2.5 マイクロメートルとかになると本当に目では見えないサイズですね。
なので普通集塵機とかそういうものについているフィルターっていうのはだいたい素塵用のフィルターが多くて30マイクロメートルとか10マイクロメートルぐらいのはおおよそキャッチできるけど 2.5 マイクロメートルとかのはあんまりキャッチできないっていうものが多いです。で今回試すにあたってこちらですね、集塵機のフィルターいっぱい粉塵が細かい粉塵がついてます。細かいのがいっぱいついてます。揺するだけで舞い散ります。これにエアブローを当ててどれぐらいのペースで減っていくか見ていこうと思います。だいたいこれで PM2.5 が1立方メートルあたりですね。40いくつマイクログラムになりました。で一般的に言われている基準では PM2.5 は平均して、30マイクログラムぐらいだったかな。30マイクログラムぐらい、1日の平均ですね。なら OK とされてるんで、ちょっと多い時でこれぐらいならまあまあ一応基準値内みたいなくらいの目安までは今下がりました。一向に減る気配がないので空気清浄機をつけようと思います。減る気配がないといってもだんだんと地面に降り積もっていって減ってはいきます。だから理屈上はずっと時間を置いておけばほとんどここでは感知されなくなるはずです。